僕は今台湾中部の町嘉義に来ています。今回の動画は300年間水の上で炎が燃え続ける不思議な場所に行く旅です。台湾有数の温泉地元祖林というところがあるんですけど、そのさらに山奥に入ったところにその場所はあるみたいで、水面から直接炎がずっと燃え続けているそうなんですよね。今回はそれがなんで燃え続けているのかっていう起源のところと、そしてどうやって燃えているのかっていうトリックの部分に迫りたいと思うんですが、その裏でささやかれているとある伝説にも迫りたいと思います。じゃあその場所に行くのは明日なので、今日はひとまず寝ようと思います。それじゃあその場所の方へ向かいます。さあというわけで、山の中温泉地に到着しました。ここからバスにまた乗り換えてその場所へ向かいます。かなり、日本の温泉地とも雰囲気が近くてすごくのどかな場所です。この温泉地は泥温泉として非常に有名な場所でして、っていうのもこの辺全体が泥岩地帯なんですよ。だからこうやって見てみると、この辺とかももう固まってはいるものの泥が噴出しているのがよくわかります。台湾の観光雑誌によると、イタリアのシチリア島と日本の鹿児島に並んで、ここが世界三大泥温泉の一つだそうです。諸説はあると思いますけど。さあ、バスを乗ってからまだ2分ほどしか経っていないんですが、早々に降りまして、ここから歩いて30分ほどのところにその場所はあるみたいです。この山道を登っていきます。およそ8キロぐらいある荷物を背負いながら登っていくことになるので、なかなか厳しい戦いですが、まあまあ大丈夫でしょう。こうやって見ると相当高いところまで来ているなということがわかります。別にこの荷物を背負って山道を歩くことぐらいは大したことではないんですが、それよりもどちらかというと変な野生動物に出くわす、そっちの方がちょっと怖いですね。ちょっと耳の気圧がおかしいです。この様子だとわざわざそれを見にその場所まで行く人はあまり多くはなさそうです。なぜか山の中からめちゃくちゃ元気な声でゴケコッコーという鶏の鳴き声が聞こえました。なぜだ。ようやく目的の場所が見えてきました。お、これか。あった。あった。ちょっと聞こえにくいとは思うんですが、よーく耳を澄ますとゴーゴーという炎が燃える音が聞こえます。実際ここに立ってみると結構あったかいですね。本当にあの熱気が伝わってきます。すぐそこで焚き火をやっているような感覚。この炎が歴史上初めて登場するのは1701年で、当時の高僧三鉄という方が
偶然ここを歩いている時に岩肌から炎が噴き出ているのを見つけたそうです。そもそもなんでこんな炎が発生したかというと、おそらくこの地表から出ていた高濃度のガスに落雷とかそういった偶然の引火が起こって、それ以降ずっとこうやって燃え続けているものになります。で、当時の人たちはこれを飛龍の吐息だっていう風に信じて崇めていたそうです。一見魔法のように見えるんですが、その構造としては実はシンプルで、地下深くにある断層の割れ目から温泉水とメタンガスが一緒に押し上げられてきて、それが水面に出た瞬間にガスだけが空中に飛び出して炎に引火している状態だそうです。つまり燃えているのは水じゃなくて、水面から飛び出した直後のガスが燃えています。新しいガスが絶えずボコ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 噴き出してくるので、たとえ水がかかったとしても消えることなくずっと燃え続けています。今はああいうなんか岩肌全体から噴き出るような炎の形になっていると思うんですが、昔はあれがああいう形ではなく、一点からこうブワーってものすごい激しい火柱が出るものだったそうです。なんで今のああいう状態になったかというと、1964年にこの台湾南部でバイヘ大地震っていうのが起きて、それによってそれまでガスを一点に集中させてたパイプが詰まってしまったんですよね。ただそれでもこの炎は止まったわけではなく、その地震によって入ったひび割れからどんどん分散していって、やがてその一本型の火柱からこういう全体から出る形に変わったそうです。そしてもう一つ興味深い言い伝えがあって、実はこの青島山という山は、この山全体が麒麟だというふうに言われています。その麒麟から溶け出した体温で作られているのが、僕がさっき触っていたような泥温泉で、その麒麟の口から吐き出される吐息、それがこの水火同源の炎だと言われているそうです。そして先ほど説明したこの一本型の火柱から地表全体から出る火に変わったのは、キリンが寝返りを打ったことで口の位置が変わったからだというふうに言われています。だから僕がさっき一生懸命歩いてきた山道も、もしかしたらキリンの体の一部だったかもしれないです。背中とかかな。炎が当たっている岩はもう完全に真っ黒く焦げて、すすがかぶっている状態です。あそこまで黒く焦げている岩もあんまり見ないですけど、その上には不動明王像があります。あれは20世紀初頭の日本統治時代に日本から持ち込まれたものだそうで、ああやって日本が去った後も撤去せずにこの土地の神様と、そして水の神様を合体させた水火神君として祀られているそうなんですが、そういうところもある種同源というか、こっちは水と火が水火同源してますけど、こっちはある種信仰という意味で同源している気がします。そして興味深いのは、実はこの場所にはもう一つ言い伝えがあって、ここでは遠い昔、飛龍、下流と水湖が死闘を繰り広げていたそうです。そしてその死闘の末に両者は力尽きて、その結果下流はこの燃え続ける炎になり、水湖は尽きない泉になって死してなお睨み合っていると言われています。それがこの水と火が喧嘩せずにいつまでも隣り合っている理由だということなんですが、面白いのはやっぱり言い伝えが同じ場所に2つあるっていう、言い伝えも同源しちゃってるのが個人的には面白いなと思います。きっとあの炎は僕が死ぬまでというか、僕が死んだ以降もあそこでずっと燃え続けている気がします。そう考えると自分の人生の短さを感じるとともに、この自然の時間軸の長さを感じます。そしたらまたこのキリンの道を歩いて次の場所に向かいます。なんと行きとは違う道なんですが、ここから50分この山道を歩いていくようです。